今回はご覧の皆さんたちから大変たくさんの要望があった金属の質感についてそれを描いてみたいと思います。これは調理用具なんですけども、とてもピカピカ光ってますよね。その他にこれは絵を描くときに使うペインティングナイフです。これもピカピカしてます。こんな質感をどう描くかですね。調理用具で言えばこんなものもそうですね。ステンレスのとても光ったメタリックな雰囲気ですね。これをどのくらい違うかっていうと、感じが、いつも画材として使うこの、紙ですね。トイレットペーパー。これで比較するとどのくらい金属とその他のもののこの光沢の違いが違うかっていうのははっきりわかりますね。では今日はこんな質感を描きます。ちょっと形がですね、もうちょっと皆さんたちも描きやすいこれをやかんですね。これを描いてみたいと思います。今私が写ってますね。こうやって物が映る、とても光沢のある要素です。ではやってみますね。まずざっと位置と大きさを決めて中心線を引きます。そうですね。左右対称に形を描くようなつもりですね。下は円なので楕円で形を決めています。上の方の楕円。これは楕円というのは、上の方がちょっと平たく、下の方が大きく開くというのが、通常の表現ですね。で、形を描きます。では大体のデッサンができましたので、塗ってみますね。まずは少し明るめの色ですね。とても強く光ってそうなところは大胆にですね、白を置く3段がまず必要かと思います。で、それ以外のところはまずはたっぷりの、こんな色がいいかなと思うんですね。実際はもう少し黒っぽくっていうかグレーっぽく見えるんですけども、やっぱり何と言いますか、金属の冷たい雰囲気ですね。触った時の印象の冷たい雰囲気を出すためにこんな色で描いてみるのがいいのかなと私なりに思ってます。で、これをたっぷりですね。でも光ったところも大胆にですね、白を残すということだと思います。同様にここも縦のような線で光ったところがあるので、そういうところを残していきます。で、塗りました。ここもそうでしたね。こんな感じでしょうか。こうですね。で、置きましたので、今度はこの金属のこの特徴というのは、例えば今これで見るとここはとても明るいですよね。この明るいものの隣が急に暗くなってますよね。これがこのピカピカ光るものの特徴です。通常こういうものであると明るいところからだんだん暗くなるというね、グラデーションになってるんですけども、このような金属のは明るいところだとその隣が急に暗いとこうなってるんですね。グラデーションになってない。ここがこの金属を描く時の見方のコツかなと思います。で、そうですね。今私見るとここのアトリエの床がちょっと映ってるので、そういう色も加えちゃいます。アトリエの床はちょっと黄河っぽいアンバーなので、ここら辺ですね。ここら辺が床が映って見える。思い切ってですね。こんな感じでしょうか。こうやるだけで、とにかく映ったものは、意欲的に加えるということですね。そうするとすごくその質感が見えてきます。ただここも床が映ってるんですね。大胆に色を描いちゃいます。いつも言いますけども、絵というのは印象が大事なんですね。だからなんかそっくりってよりも、こんな風に感じるなとかね、こんな風に見えるなっていうのを、大事に掴んでみるということが必要だと思います。で、そうしましたらこれが映ってるわけですね。
で同時にここにもっと下から跳ね返ってくる光もあったりするので取ってしまってもいいです。反射ですね。今度はこれが光ってるということは、例えばこれが光ってるとその周囲が暗いというわけですよね。ここが光ってるとその周囲が暗いだろう。でその他のところは中間の調子だろうということですね。中間の調子。こんな色かな。こうやって、こうですね。これはこの形に合わせて縦の縞状にですね、こうやって映ってるんだというふうに理解です。こんなとこも明るい暗いの調子が同居しているとですね。割り切って書いてしまいます。そうすることで質感が見えてきますね。ここを恐る恐るしないんですね。思い切って割り切ってしまう。それからそうですね。何かパッと見えたら他の色なんかを少し入れても大丈夫です。いいかな。でまた向こう側が暗くなって、とにかく明るい調子と暗い調子を同居させて描くということですね。少し濡れてきたら今度はもっと暗い色ですね。強い調子でえいっと入れてきます。どっか光ったとこあったらその脇がとても暗いんだ。こういう考えでしたよね。例えばこういうやり方ですよ。こうしてと暗い調子を大胆にここは光ってると今私は設定で書いてますので、その近辺を暗くですよね。このくらい割り切ってです。でこうですね。他のところもこうやっていくとだんだん光った感じ見えてきたでしょ。これが今回の金属を描く時のコツですね。それからあとはできればシャッとしたこういうシャープな筆使い、こういうのも多分この質感を強めるには役立ちますね。これでもたもた塗るとですね、どうなんでしょうか。だから割り切るってね、なかなか割り切れないでしょうけども、そのような心構えで描かれた方がいいだろうと思います。どうでしょうか。少し金属っぽく見えてきたでしょうか。で、こうですよね。だからこちらの方にちょっとこうシャープな線で入れていくと。こうやって少しずつね、金属をします。こうつるっと丸くなってるところは少しにじませるような感じで、っていうか絵の具を自然に広げる感じですね。こういうところ。こうやって、こうやって、そしたら少しお水のついた筆で、こうして絵の具を広げてみるんですね。グラデーションっぽくなってきて、ぐっと鈍く光りながら丸くなっているように見えてくると思います。こういう表現ですね。とにかく少しずつ絵の具が乾いたらまたちょっと重ねるつもりで、これやってですね、シャープな線で思いっきり暗い調子を乗っけていきます。そうすればどんどんピカピカと光った質感が出るんですね。水彩ですのでちょっと乾くと調子が明るくなったりしますので、そこのところでね、この金属の質感を出すんだというつもりで強く表現します。この辺りは金属不動じゃないね、プラスチックの、若干艶消しのプラスチックですので、暗いんですけども、この金属のところと対比させて描いた方がいいですよね。なのでまず塗っちゃいましょうか。こうやって塗って、まず全体を塗ってしまうですね。全体シルエットを作っちゃいます。よいしょ。こうだよね。ここの取っ手の調子がこういうとこ映ってますよね。こんなとこに。こんな風にいいかな。こんなとね。金属だからこう映るわけですね。それからこういうところのこんなところも暗いですよね。こうなって、こんなところもちょっとこうなってる。この辺もこうだよね。こうなって、これもこうかな。こんな感じでしょうか。それでここなんですけども、今全体ベタッと塗りましたので、少しちょっと水気のついたまだ綺麗な筆で上の面を軽く取ってみますね。こうやってどうでしょう。形態感出ましたか。ここなんかもこうやっ
でここ少し取ってみる。こうやって書いてもいいんですね。よいしょ。でもこう取って形を作っていく。だからこういうところにちょっと鈍く光ってるところもちょっとこう絵の具を取ってあげるんですね。こんなことでですね、弱い形態感を作ることができます。こんなところですね。いや、ちょっと取っ手のあたりで描いてみましょうね。ここはそうだな、黒いっぽいので、ここはビリジャンとクリムソンの5色あたりで混ぜて、とっても暗い色にしてですね。ここと同じです。これに光ってるので、そこだけ残すつもりで、ちょっと大げさに残すが大事ですね。大げさに残すつもりで、あとは、ここは基本的にはフラットのりですね。よいしょ。こんなことで、こうなっていて、こんな感じだね。こんな雰囲気で、ここが細く光ったステンで、こんなに繋がってんだ。それで、こっちがこうなって、こうだ。これだね。で、こうで、こうで、こちらに、これはもう筆の圧力でやっちゃいましょうか。よっと、こうだね。それで、こっちと左右対称に位置を見て、こうだ。で、このところに細い金属のこういう長針がある。こうかな。それで、ここを限定して、こうだね。そしたら、もっと暗い色を総動員してきまして、ここも、周りが映ってるわけですから、こうやって、ここ反射のところ残しながらですね、こうやって加えていきます。よいしょ。こんな雰囲気。こうだろうか。ここも暗い調子を加えて。とにかく、ツルツルしたものは、基本的には強い光の脇に思い切って暗い調子があるんだというね、この考えです。ここもこうなって、こうで、こうだね。さあ、どうでしょうか。あとですね、これピカピカ光った感じと、少ししっとりしたところがあるので、そういうところまた大きく色をこうかけてみるとかね、そういうふうにやって、変化をつけるということでしょうか。ただ、この明るいところが急に暗いところある、そういうふうな関係は壊さないんですね。だんだん細部書い込んで、だんだん怪しくなってしまうっていうね、なるといけないので、こう絵の具の透明感に関してこうやって描けることはいいんですけども、あんまりオーバークにならないようにします。こんなもんですかね。で、そうしたらちょっとね、床を描いて、床はそうだな、今回は結構これと同じような結構暗い床になってるんですね。暗い床を描きまして、ここ暗く描くと、ここはね、余計光沢を持って光った感じが見えてくると思います。それで、こっちはちょっとですね、ちょっと描きまして、そしたらここに使った色をこっちにこう移してみるとですね、こうやると、これが一体化してるんだっていうことがよくわかります。こうやって、蝶を取って、映った感じを描くわけですね。そして、そうだな、あと形の、若干とかこう直しながら、で、これが映ってる影ですね。影のところをしっかりと暗く描きます。とにかく全部暗く描いてあげると、ものすごくその存在感が見えるんですね。こういう感じとかな。暗く描いて、こうですね。だから多少どっちからか、今光があんまりはっきりしないんですけども、若干光の方向を作って、それからその形がこう光などが映ってる感じですね。こうちょっと取ったりして、そういうのも合わせて描いてもいいかと思います。
で、最後にここら辺の、光のアウトラインですね。これをちょっとソフトにします。こういうところですね。これソフト。でもあんまりやりすぎるとこのピカッとした感じがなくなってしまうので、要注意なんですけども。はい。では出来上がりました。金属の描き方ですね。この考え方で描いた私の作品をぜひ見てくださいね。